の太さかっこいい。そうだよ。もう死んじゃったんだよね。これ誰の？ロシアのなんだっけ、ついソビエトの栄四郎が大好きな。ああ。ということで梅坂さんに到着しました。早速中お伺いしてみましょう。楽しみ。梅坂さんさ、歴史的に91年。91年。あ、今度92年、2年目か。92年目。戦前からってことですか？そう。1929年。やっぱ東京オリンピックからウェイトリフティングみたいな。まあ、基本はウェイトリフティングが東京オリンピックからですね。1964年が。だけど、その当時は陸上関係、水泳、はい、それとボクシングと、それから重量上げ、それやってた。別に重量上げに特化してやってたわけじゃないってことですか？全然。そうですよね。東京オリンピックも梅坂さんのシャフトとか。そうそうですよね。だから、東京オリンピック1964年当時のオリンピックシャフトが慶応大学さんに残ってる。残ってるんですか？慶応大学の重量挙げ部にあるの。リスクもあるの。1964年のやつ。梅坂さんにはもうないですか？うちにはもうない。ないです。ない。うちにはもう取っててない。取っときゃよかったんだけどね。バーベルに求められるのは山本さんよく知ってるように、硬いとやりづらいし、で、安全性から言うと硬いと折れちゃう。で、柔らかいと今度曲がったまま戻らなくなる。ああ、なるほど。山本さんが300をやった後、あっくりかけて、それでまた下ろすでしょ。そうするとバー曲がっちゃうんです。300以上でやると他のメーカーだと。曲がりっぱなし。で、うちのやつはまた戻んなきゃいけないから、硬さも必要。そうすると柔らかさと硬さが相反する性質が必要になってくるから、だから一般的な普通の鋼材ではできない。やっぱりあれですか、東京オリンピック当時のシャフトと比べるともう今全然。全然違う。ああ、なるほど。その時は多分折れまくってた。ああ、そうだ。折れるのも当たり前です。もう試技の間に折れちゃう。いや、それはないけどああ、も。よかったな。だけど、今でも、まあ、試技中に折れることは一回もないけれども、練習で折れることは今でもありますよ。その1960年当時って、もうえれいことがあったんですか？その時はなかったんです。か？なかったです。その時あったのはアメリカのヨークっていう会社。それから、ドイツのベルグっていう会社。ベルグ知らないな。それから、あとね、もう一社ドイツの、なんだっけな、もう一社あるんです。だけども、日本に、バーベルを持ち帰ったのは、聞いてる話だと、加納治五郎さん。加納治五郎さんが、オーストリアでバーベルの買って持ち帰ったのが一番初めて聞いた。そうなんです。柔道かなんかの。まあもちろんあの人は柔道の人だけども、やっぱ東京オリンピックを持ってこようと思ったから、いろんなその海外の道具を買って、それで船に積んで持ってきたの。海業界は。なるほど。じゃあちょっと工場の方で。おお、今ちょっと鳥が当たったわ。これが元の鋼材で、これいろんな直径が違うでしょ。で、重量によってこの直径が違うんです。で、これをこの機械で切断をしてるわけです。で、曲がらないような切断をして、それでちょっと、こんなような形なんでしょ。これになりますよ。これ切れたね。で、それをここで、ちょうど今削ってるけど、このように削るんです。おお、すごっ。で、片面ずつ、今はこれ削ってない面でしょ。片面ずつこういうふうに削る。今こちらを削って、今度これをこう反対側にして、今度こちらを削るわけ。これちなみに何キロですか？これは15かな。15ですか？へえ。芯だと思う。そんなに幅つける。削ったものがこういったものになる。おお、すごい。で、これと、2つ種類があって、きっと段差がついていて、こっちやる。こんな面倒くさいことやってるメーカーない。すごいね。だって、これ考えてみれば、
段差がついてるっていうことはここ材料無駄にしてますよね。だからそんなコストかかってるわけで、こちらはこうわざわざ削ってあるわけだから絶対ずれないの。なるほど。他のメーカーはこんなことやっても。プレートもそんな結構ありますよね。他のメーカーだと。うちはずれないから力を分散してるのでずれない。ただ他のメーカーは材料のコストももったいないし削る時間ももったいない。全部それがコストだからそれやらない。うちはもう全部一つ一つ丁寧にこれやる。でここで今3台で削ってるのは主にアメリカ向けなんです。だから25ポンドと45ポンドの重量になってポンドの重量になるんだけども、みんなそれとここで削ってるわけで、さっき言ってた鉄の芯がこのゴムに入る。でゴムがこういうこれだけだと。これだけだと、でも結構、25キロでこれは16キロぐらい。本当だ。結構重いよ。ゴムの重さも結構重いんだ。そうそうそう。こういった状態のものにあれをはめていって、で製品化。なかなか触れないこんなの。かっこいい。かっこいいね。あ、これハーフラック。これが言ってたハーフラックと、それからスミスマシンをプラスしたものなんこれいいっですけど。すね。めっちゃかっこいいね。スミスマシンがついてる。そう、スミスマシンもいいじゃん。めっちゃいいっすね。あるといいよね。あと鴨からめっちゃかっこいいね。多分上に上げると高さが足りないと思うんですね。そうですね。あとだからあと200ぐらい20センチか30センチぐらい上げないと、高さが足りないんで、これは一応試作で作った品物なんだけど。鴨からやっぱかっこいいっすね。鴨柄はいいっすよね。で、5キロの鴨柄もできるように。あ、本当ですか。ありがとうございます。で女子の方はこれはセンターナーリングがついてない理由は分かります。あ、わかんないです、わかんないです。だから女子がここ黒くなっちゃうから。あ、そうなんですか。男は気にならないけども、気にしないからついてる。これはね、バーベルそっちはついてるけども、女の子はここが気になるから。そうなんですね。そうなんです。これは国際ルールでついてない。国際ルール。そうなんですか。初めて知った。なぜついてないんだろうかって。思ってました。女子はここが黒くなっちゃうから。そういう理由なんですか。そういう理由なの。配慮がすごいですね。すごいジェントルですね、考え方が。こっちが男子。こっちが男子。こっちが男子。これ入ってる。だからもちろんその真ん中のナーリングとそれから手で持つナーリングところはナーリング変えてます。だから真ん中の方が傷がつかないように、痛くないように細かいナーリング。あ、本当だ。どこで分かるかって言ったらここの滑らかさ。この滑らかさはこれみんなこれ伝うと筋ついてるでしょ。これ筋はこれ全部旋盤で削った筋なんですよ。で安いバーはこの筋がザラザラになってる、もうだからザラザラの方が仕事早いじゃないですか。粗いからコストはかからない。だからザラザラ他のメーカー。うちはもうツルンツルンでしょ。確かにすごい音がこのところもみんな分からず使ってると思うけども、それはまず違う。この音確かにならないですね。確かにそうですね。この音はならないと思う。タオルとかで拭いてでもなるからすごい。これはその旋盤加工じっくり時間をかけてゆっくりやってるからこういうのが出るわけであって、それを時間かけずにダーってやるとこれがザラザラになる。それの違い。買い替える必要もないし。この直径が違う。安いやつは。だからうちはこの真ん中のこの部分の 50.02 っていう0.2コンマ2ミリの誤差でやってるんだけど、他のメーカーだと入らないのこれが。でアメリカでは他のメーカーのバーを使うことがあるんで、コンマ45に隙間を空けてる。だから日本のその2倍以上隙間を空けてる。そうするとガタガタになるじゃないですか。でガタガタになった時に普段しょっちゅう練習する時にちゃんとカラーつけて練習してればいいけども、カラーつけないで練習してあっと傾いたらバーッと落っこっちゃってドーンとなるでしょ。でうちのは例えばカラーつけなくても落ちないと思うのよ。でしょ実際。落ちることないっす。落ちないですね。他のメーカーであーってやってバランス崩した時にザーッとこうやってダーッとなっちゃうから。よくありますよ、衝撃映像で。それがないようにこれとこれが安全性、もちろんそのルールに基づいた規定を守るということもあるんだけども、それよりも安全性で、特に山本さんなんかかなりこうやるとしなるじゃん。しなるとこう落ちるわけね。そうするとそこでザラ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 っと落ちてくる。
さっきも言ったように鋼材そのものの相反する性質を求められるので、鋼材自体をその一から作らないとちゃんとしたものが出来上がる。ところが安いバーっていうのはそこら辺に売っている鋼材を買ってきて柔らかい鋼材に火を入れる、焼きを入れるわけ。鋼と同じでしょ、はい、焼きを入れて叩く、はいはい、鋼の場合焼きを入れて叩くんだけども、焼きを入れるだけで、それを、専門用語でいうと調律っていうんですね。でその調律の工程が例えば温度が高かったり時間が長かったりすると柔らかいものが硬くなっちゃう、ちょっと脆くなっちゃう、だから折れる。なるほど。だから昔イタリアのピグナッティっていうメーカーがあって、試合の時に折れて、ちょっと怖い話だけど皮半分持って帰る。あるんだやっぱそう。ここの鋼材に切れると刃物状になる。でも一番力がかかるのはここなの、うちの場合もみんなここで折れる、でここで今折れるので、昔はここの今ちょっとここに少しこういうふうに加工してあるでしょ、この細かいところ、本当だ。こう内側にこう曲がってるじゃないですか。R ついてるでしょ。で昔はこれが R がついてなかった。で R がついてないと直角だから当たると傷になるじゃないですか。でその傷がどんどん深くなっていってそこで折れちゃう。だから当たらないように今こういうふうに、だからそういう細かいところっていうのがどんしっぱしです。もう全然、だから日進月歩で少しずつ変わってる。これ覚えてますよ、山本さん。覚えてます。かっこいい。昔こういうこの形じゃない。一時これにしたの、でこれなぜこれにしたかといったら、薄くしたの、25キロ。こっちの方が重く感じるよね、なぜか。そうですね。まあ内に入ってるんで。でこれはアテネオリンピックで実際使ったやつなんだけども、だからこれアテネ2004って書いてあるでしょ。結構跳ねますね。やっぱりこう当たるところが小さいからどうしても羽が出てくるんだけど、それからやっぱりバーベルらしくないっていうことで、まずは皆さんそこ、やっぱバーベルってイメージはこの四角いこういうのがバーベルってイメージなんで、昔はあれですよね、もう東京オリンピックとかはもうこっちですよね。鉄板東京オリンピックは、これは鋳物なんだけど、この鋳物に金ピカのメッキをかけてそれで使ってた。だからプラットフォームは当時は木だからボッコボコになる。折れて落としてもいいんですか？もちろんでドカーンと落とすからすんごい衝撃。わかりました。すみません。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。 Cause I'm about that. Cause I'm about that. I'm about that come up, running up on them fools that are talking foolish. Try to get them funds up, killing the mic just like I ran into Jews. And y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude. But you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. I'm about that cash.